今回はロットの分解です。対象はエバーグリーン、テムジン、ガニングシャフト電撃、バス用のベイトロットです。詳しくないのでググってみました。2000年ぐらいから販売された高級品らしく、塗装はマジョーラ、ロットエンドには富士工業のバランサーがついています。四半世紀の時間経過によるガイドコーティングの劣化が顕著です。ティップ周りのガイドは傾斜しています。加工なのか変形なのか分かりません。リールシートは富士工業の ECS。フォーグリップを外すと通常見えない部分にサインがあり、スクリュー先端にはワインディングチェックがついています。これいるんですかね。ガイドを外します。ヒートガンを準備してガイドコーティングを温めます。こんな感じにコーティング全体を加熱して、ガイドフット部分のコーティングとラッピングをアートナイフで切除します。ダブルフットなので反対側も同様に切除します。ガイドリングを持って軽くこじると外れます。加熱状態によってはやけどする可能性があります。不慣れな場合は手袋をして外してください。残ったコーティングが再び柔らかくなる程度に加熱して、ガイドフットが入っていた部分をめくるとこんな感じに剥がれるので、前後両方を剥がします。再び柔らかくなる程度に加熱して、先ほど剥がした部分の端を引っ張って剥がしていきます。端が出ていない場合はアートナイフで切り込みを入れ端を作ります。こんな感じに地道に剥がしていきますが、運よくこんな感じに糸1本が連続して引き出せたら、ヒートガンで温めながら剥がしていきます。ガイドフット部分から切り込みを入れるこの方法が無難で一般的だと思います。元ガイドが外せたので次のガイドに移ります。2個目は少し方法を変えます。ヒートガンで温めるのは同じですが、切り込み位置が違います。スレッドの端から切り込みを入れ端を作り剥がしていきます。この方法では多くの場合こんな感じに糸1本を連続して引き出せます。先ほどと同じで温めながらスレッドを剥がしていくとだいたい最後まで剥がせます。この方法だとガイドが残るので、ガイドフットの側面この部分と反対側ガイドフット側面のこの部分に気泡がないか確認できます。自作ロットの場合コーティングの出来栄えの判断材料になります。ティップ周りのシングルフットガイドを外します。元ガイドと同様に温めアートナイフで切り取り、ガイドをこじって外します。再度温め直し、残ったスレッドを剥がしていきます。これらの方法で全ての糸巻き式ガイドを取り外します。トップガイドを外します。まずコーティングを温めアートナイフで切り込みを入れ、トップガイドのパイプが全て露出するようにコーティングとスレッドを剥がします。こんな感じにパイプが露出したら加熱します。ヒートガンのスイッチは出力が高い側のハイを選んでいます。十分加熱できたらトップガイドをティッシュペーパーでくるみ引っ張り外します。こんな感じになるので、残っているコーティングとスレッドをアートナイフで削り取ります。すべてのガイドを外せました。外したガイドを見てみます。バット側4個はチタンフレームの LN ガイドで SIC の J リングです。フットに対してリングがかなり傾斜しています。加工なのか変形なのかは分かりません。ガイドフットはかなり鋭く削ってあります。こんなに尖らせてブランクが折れないのはすごいですね。チタンフレームなので修正して使ってもすぐに折れてしまうことはなさそうですが、フット先端をこのまま使うのはためらわれます。ティップ周り4個のガイドはチタンフレームの LSG みたいですが、ものすごい傾斜です。もともと加工でついていた傾斜が変形でさらに傾斜したんですかね。シングルフットガイドもダブルフットガイドと同様に鋭くフットが削られています。
トップガイドは F トップです。この部分の段は削っていません。加工などはしていないように見えます。ガイドに関しては即使うわけでもいらないわけでもない感じです。フォーグリップを外します。ガイドがないので完全に撤去できます。リールシートのスクリュー先端にあるワインディングチェックを外します。ヒートガンのロー側で温めてアートナイフの刃を入れるとあっけなく外れました。取れてしまう寸前だったようです。このワインディングチェックも完全に撤去します。リップスティック型のワインディングチェック前方の飾り巻きを取り除きます。温めてコーティングを柔らかくし、アートナイフで切り込みを入れて端を作ります。端を引っ張り、コーティングとスレッドを剥がしていきます。スレッドを1本取り出せたらヒートガンで温めながら引っ張って取り除きます。こんな感じです。ワインディングチェック前方の飾り巻きが取り除けました。外し忘れていたバランサーを外します。リールシートを外します。ヒートガンの肺側でリールシートが溶ける寸前まで加熱します。主にスクリューとトリガー周辺に接着剤が多く塗布されていると思うので、その辺りを重点的にリールシート全体を加熱します。十分加熱できたら力を加えてみます。まだ加熱が足りない感じです。ヒートガンは肺を維持したまま時折力を加え様子を見るを繰り返します。見ての通りリールシートを外す場合、かなりの手間と耐熱手袋が必要です。やけどのリスクもあるので、どうしてもそのリールシートを使いたい場合を除いてリールシートを再利用できるように取り外すことはおすすめしません。高級品ではない無塗装のリールシートは1000円前後です。破壊して外し新品を買いましょう。ブランクの汚れはアルコールで拭いておきます。アーバーは修正コルクです。リールシートリングを取り外します。接着されていなかったので引っ張るだけで外れました。リアグリップはカッターナイフで削り取ります。リールシートを外した結果、このロッドがブランクスルーではない可能性が出てきました。シーバスロッドやロックフィッシュロッドでは通常ブランクスルー構造なので、このロッドもブランクスルーだと思っていましたが違いそうです。バスロッドはカーボンパイプでグリップを作るのが一般的なのでしょうか。私の認識では廉価なロッドはコストを下げるためにグリップ部分とブランク部分を別で作って合体して完成させるイメージだったのですが、どうなんでしょう。詳しい方教えてください。バランサーの基部は加熱後耐熱手袋をして外します。ここもかさ上げは修正コルクです。バランサーの基部はこんな感じです。修正コルクのかさ上げをカッターナイフで削り取ります。硬化したエポキシ接着剤がついているのでコルクの割に硬いのですが問題なく切れるので全て削り取ります。かさ上げの修正コルクとリアグリップの EVA をだいたい削り取り終えるとこんな感じです。カーボンパイプ先端のワインディングチェックを外します。ヒートガンの肺側で加熱します。吹き出し口から 3cm ぐらいの距離で5分ほど加熱後外そうとしてみましたが外れる気配がありません。もう一度5分ほど加熱します。ダメです。全く動きません。今度は10分加熱します。動く気配がありません。ヒートガンは諦めて小型バーナーで加熱することにしました。バーナーの外縁がワインディングチェックに当たる状態で5分ほど加熱します。今度は動きます。少しずつ抜けてきました。外れるとこんな感じです。ただし飾り巻きに干渉して抜き取れません。干渉した飾り巻きを温めアートナイフで削り取ります。削り終わるとこんな感じです。ワインディングチェックは問題なく通過できます。
ついでにこの飾り巻きも削り取ります。ヒートガンで温め、アートナイフで切り込みを入れて端を引いて剥がしていきます。スレッドをだいたい抜き取ったら残った部分をアートナイフで削り取ります。全国釣り竿公正取引協議会のステッカーと感電注意のステッカーも剥がしておきます。終わるとこんな感じです。ワインディングチェックを抜き取ったら完了です。カーボンパイプがついたままですが、ブランクとカーボンパイプをサンディングします。180番のサンドペーパーで水研ぎし、残っている接着剤と塗料の大部分を削り取ります。サンドペーパーを320番に変更して水研ぎします。残っている塗料とネームを削り取ります。全体に通し終わったら800番のサンドペーパーで全体を水研ぎします。サンディングが終わるとこんな感じです。分解後残った部品はこんな感じです。ブランクはパイプと分離していません。パイプ後端から細めのカーボンパイプを入れてブランク後端の位置を確認するとこんな感じの位置でした。スケールを当てて測ります。60mm です。ブランク側の接続部は 10.7mm、 パイプ後端の内径も 10.7mm、 そして何やら補強がされていて、この部分の外径は 12.6mm、 補強のない部分は 12.3mm。 この銀色はチタンの補強みたいです。先端側に螺旋の補強始めがあり、パイプとの接続部にも螺旋が見えることから、この銀色部分の下は2巻きほどの補強が入っていそうです。つまりこの部分から接続部パイプ側までは連続して補強してあります。接続部も次に近い形で環合しているようなので、パイプ込みで1本のブランクになっているみたいです。あとこのチタンっぽい補強、リールシートまで入っていなくて大丈夫なんでしょうか。ついでいるから入れれないんでしょうか。それともただの装飾でなくてもいいものなんでしょうか。ティップからベリーにかけては特殊な部分はなく極めて普通です。ワインディングチェックは2個使われていました。リップスティック型のものは真鍮製でまあまあ重いです。なぜこの場所に使ったんでしょうか。見えないところに使われていたものはアルミ製です。いるんですかね。リールシートリングは2個です。フードナットに使われていたものは真鍮製で、もう一つに比べて内径が小さいです。リールシート後方に使われていたものも真鍮製です。つまり見えるところの金属部品は真鍮製でした。当時真鍮製金属部品が流行っていたのでしょうか。リールシートは今でも人気の ECS です。カラーはマジョーラ、アンドロメダだと思います。2000年代の流行りですね。感度重視なのかコルクのアーバーが使われています。フードナットは TBS によく使われていたタイプです。 KM フードでないのは流行なのでしょうか。ウエイトバランサーキャップはもう絶版ですが、後継にタングステンタイプが出ています。ウエイトは共用できるので、使う場合はウエイトを変えるかもしれません。当初の予定ではこのロットのブランクを使って7フィート5インチ前後のベートロットを作るリメイク動画を予定していたのですが、ブランク部分のみの長さが5フィート6インチ程度しかなく、予定通りのロットビルディングができなくなり、今回は分解動画になりました。よく知らないロットをあまり調べずに、定価が高いロットはブランクスルーのはずと思い込んでいたのが原因です。皆さんがリメイク目的で中古ロットを購入する場合は十分下調べをして購入してください。なおロットの良し悪しは使用者が何を重視するかで変わります。私の意見はあくまでも参考に留めてください。今回の動画はここまでです。面白かった、参考になった
などありましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。